こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、東北の遠征の帰りがけに、メサと拠点とをつなぐネザーワープのルートを確保しました。そしてその途中でネザー要塞2カ所目を発見し、ネザーウォートの入手先予定地も確保できました。かろうじて運がまだ残っていたわね。まあ残りかすかもしれません。それよりメガタイガが未だに見つからないことの方が怖くて、無性にサトウキビを回収したくなる気分だったりします。さて、着々と色々こなしていますが、今はまだピラミッド建築材集めの準備に当たる作業が必要です。ちょっと整理しますと、まずネザーレンガはまだ個数が足りないのでネザーラックを焼いている最中。ガラスは十分な個数が焼き上がってるのであとは赤く染めるだけです。色付き粘土はメサまでのネザーワープ通路が出来上がっており、採掘用のビーコンピラミッドも準備完了です。で、今から行うのは羊毛確保の準備です。ちなみに実績は景気がまだで、やりすぎと醸造大実績はネザーウォート確保待ちとなっています。ダイヤのゾンビ投げはすぐできるわね。で、冒険の時間は言及しないことにして、ビーコン実績は色付き粘土を採掘する際に行います。そして残ったトロッコ実績を、今から着手します。さて、目的地は1枚西の地図で、この真ん中あたりに湿地バイオームがあります。しばらく前にもお話ししましたが、ここに牧場や畑を作って、昼は農作業と羊毛回収、夜はスライムやクリーパー狩り、実にのどかな田舎暮らしを計画しています。まるでマイクラみたいじゃないの。さて、田舎予定地までは将来幾度となく往復することになるはずですので、交通網の整備をします。網の目が増えることはなさそうだけどね。この拠点からの距離は優に1キロ超えているはずで、トロッコ実績は確実に解除できるでしょう。さて10分ほど作業を進めたところで、リスポーン拠点跡地が見えてきました。ちなみに正確な名称はリスポーン拠点の上仮拠点跡地となっています。かなりどうでもいいわ。さてここからは砂漠に入ります。砂漠は案外起伏が多いところもあるので、平坦な地形を見極めつつレールを敷くルートを考えます。さて作業開始から体感的に結構経ちました。もうだいぶ進んだでしょう。とか思っていたら全然甘かったです。まだ西の地図にも入っていなかったとは。ちょうど地図の境目のようね。やっと作業中ほどかしら。密かに、鉄や金の消耗量がやばいです。すでにビーコンピラミッド用のブロックの予算にもかなり手を出しているというのに。手をつけちゃってよかったの？さて、それから1時間ほど経過しました。正直なところ、なんで私はここまで頑張ったのかわからないくらいです。でもおかげで、田舎予定地までのトロッコが開通しました。気になるお値段はいかほどだったのよ。ビーコンピラミッド用に取っておいた102個の鉄ブロックがほぼ全滅、金ブロックは半減して14個になりました。で、メサでの採掘作業どうするのよ。一応大丈夫です。机上計算によると色付き粘土は、採掘速度向上のレベル1でもハイスピード採掘になるはずなんです。でも、ビーコン効果が届く範囲は狭くなりそうね。それより、先にビーコン実績解除しておけばよかったです。さて、拠点到着まで何分かかるかわからなかったので、早朝から出発します。ここから長い長いトロッコの旅が始まります。そういえばこの辺羊が多いわね。たまたまでしたが、羊牧場の住民集めは比較的楽そうです。さて、まずこの村の横を通り過ぎ。そしてすぐ先の村は、世にも珍しい道路の木が生えている、極めて希少な村となっています。そういえばそんなものもあったわね。その先にはランダムで卵を強制補給させられるポイントがあって、インベントリ圧迫が脅威ね。さらにサバンナ大地に差し掛かったところでワンクッションがあります。やっぱりウサギの方がトロッコより強いのね。まあ引いてしまうと後味悪いし、この仕様でいいです。で、
サバンナ大地をすり抜けるようにレールは続いていて、抜けた先には、ありがちな砂漠の神殿を拝めるポイントがあります。もうお宝は取ってあるのかしら。確か回収済みですが、今においては残っていたとしてもスルーです。そして、砂漠バイオームを越えないうちに、ここでようやくトロッコ実績解除です。つまり、ここからが鉄や金を無駄遣いした長さなのね。実を言うと、トロッコ実績にこだわらずネザーワープの道を構築することも考慮はしていました。それでもあえてレールを敷いたのは、単に過去のプレイの中で最長距離を敷いてみたかっただけなんです。理由なんてそんなものよね。で、リスボイカヤッチから拠点まではそう遠くもなく、正午になってようやく拠点に到着しました。つまり5分くらいだったのね。さてネザーレンガは焼き上がっているようで、ラバは少ししか気になりません。直近で必要なネザーレンガの数は29スタックで、あと5スタックほど必要です。精錬よりもネザー要塞に出向いた方が早くない？どの道いつか、ネザーウォートを取りに行かねばなりません。さて田舎暮らしに持っていくアイテムを選択し、準備を整えたらトンボ帰りです。何気に5分は長いのよね。さて田舎に帰ってきました。まずは拠点を構築しましょうか。どうせチェスト並べるだけなんでしょ。ベッドも何回使うかわからないんですよね。田舎拠点、完成です。3秒で済んだわね。さて、芝生の色が変わっているところから湿地バイオームです。木が近くに見当たらないわね。この周辺は以前鶴を大量に集めた場所なので、木が伐採済みなんです。で、まずは牧場の柵の建築材集めから手掛けます。伐採すれば、湿地の見通しが良くなって夜のスライム狩りがしやすくなり、時々粘土も見つかるので、この作業は一石三鳥だったりします。フェンスを用意した後は、地面整地用の土を少々回収しておきます。ピラミッド拠点に残ってた土を持ってきたらよかったのに。後からチェスト付きトロッコで運んでくる手段を思いついた次第です。で、初日は移動で疲れているので、夜のスライム狩りはパス1です。田舎暮らしに慣れてきてからということね。今直近で入り用のブロックは赤い羊毛なので、牧場から手掛けるのが先かなと。羊は1スタックくらい買う予定なので、このくらいの広さがあればいいでしょう。どうでもいいけど羊はスタックできないわよ。なら2の6畳と言い直します。フェンスゲートはとりあえず20にして、それでは羊を漁ってきます。さて羊集めですが、リードを使った方が楽そうな気が多少します。小麦で誘導すると有効範囲が狭い上に、突っかえたりするんですよね。ならリード使えばいいじゃないの。リードの材料は夜にしか湧きません。牧場第1号が入場するまで40秒もかかりました。やり方を工夫した方が良いのかもしれません。おお、今度はいい感じに列をなしてくれています。でもなかなか一筋縄にいかなかったので、牧場の柵の外側に小さめなスペースを作り、そのスペースに連れてきた羊を誘導してから、改めて牧場のメインの柵の中に誘導する、という手段を使うことにしました。この方が一気に連れてこれるわね。さて方針が決まったからには羊をどんどん連れてくるだけです。そしてさらにどんどん連れてくるだけです。一気に欲張りすぎよ。さて、赤い線量を持ってきました。これで羊の数がわかります。数えているうちに眠くなるわよ。線量の消費量から計算するので大丈夫です。で、今いる羊は30頭だと判明しました。まだまだ少ないです。ここまでいたら、繁殖で倍増させるのは難しくないわね。今手持ちの小麦の数は64個。
使い切ればほぼ倍増ですね。さてほぼ全頭に小麦をあげたところで日が暮れてきました。収録途中ですが今回はここまでです。剣を構えているということは、今晩からスライム狩りに勤しむのね。はい。次回は昼夜休みなく本格的な田舎暮らし生活です。ひとまず赤い羊毛が14スタック取れるまで頑張っていきます。まあ別途息抜き企画をしているのだから、休みはなくても問題ないわね。それではまたね。バイバイ。